今日のテーマは、日本の就活文化です。皆さんは就活という言葉を聞いたことがありますか？就活は、人生の終わりのための活動のことです。人生の最後の時間を、安心して、できるだけ自分らしく過ごすための準備をすることです。最近の日本では、この就活をする人がとても増えています。では、どうして日本で就活が大切になってきたのでしょうか？その理由の一つは、日本の高齢化です。日本では、お年寄りの数がどんどん増えています。2023年のデータによると、日本の65歳以上の人は、全人口の約 30% を占めています。高齢者が多くなる中で、老後や死後のことをきちんと準備しておきたいという考えが広がってきました。就活の内容には、様々なものがあります。例えば、財産の整理、遺言書の準備、お葬式の方法、お墓のことなどがあります。そして最近では、家の整理や暮らしの見直しも、就活の大切な一部となっています。まず紹介したいのは、エンディングノートです。エンディングノートは、自分の情報や希望を書いておくノートです。例えば、医療についての希望、延命治療をするかどうか、使っている銀行口座や保険の情報、家族へのメッセージなどを記録します。法律的な力はありませんが、家族が困らないように、大切なことをまとめておくことができます。次は、遺言書です。遺言書は、自分が亡くなった後、財産を誰にどう分けるかを決めておく正式な書類です。日本では、家庭裁判所や公証役場で遺言書を作ることができます。これがあると、家族の間でのトラブルを防ぐことができます。3つ目は、お葬式の準備です。自分がどのようなお葬式をしてほしいかを決めておく人も増えています。例えば、宗教のスタイルや使ってほしい音楽、呼んでほしい人、費用についての希望などです。最近では、自分が生きているうちにお葬式をする生前葬も話題になっています。これは、感謝の気持ちを家族や友人に伝えるためのイベントのようなものです。次はお墓についてです。日本では、代々の家族が入る伝統的なお墓が一般的でした。しかし、最近は様々な新しいスタイルがあります。例えば、自然の中に遺骨を埋める樹木葬、遺骨を海に撒く海洋散骨、家族がいなくてもお寺が供養してくれる永代供養などがあります。これらは家族に負担をかけたくないという人に人気です。そして、就活の中でも最近特に注目されているのが断捨離とダウンサイジングです。断捨離とは、いらないものを捨てて必要なものだけで生活することです。年を取ると、物が多い生活は大変です。そこで、使っていない服や家具、古い書類や思い出の品などを整理します。物が少なくなると、家の中がすっきりして、心も軽くなります。そして、自分が亡くなった後、家族が片付けに困らないというメリットもあります。ダウンサイジングは、大きな家からもっと小さい住まいに引っ越すことです。高齢になると、掃除や階段の上り下り、庭の手入れが大変になります。そのため、駅に近いマンションやバリアフリーの住宅に引っ越す人が増えています。これも、老後を安心して過ごすための就活の一つです。最近では、就活を始めることで、家族との会話が増えたという人もいます。例えば、エンディングノートを通して、子供たちに自分の人生観や希望を伝えることができます。また、家族が何を望んでいるのか、お互いに知るチャンスにもなります。さらに、就活は高齢者だけのものではありません。40代、50代の人たちも少しずつ準備を始めています。最近では、若い世代でも事故や病気に備えてエンディングノートを書いたり、シンプルな暮らしを意識したりする人が出てきました。就活をすることで、
今の人生をどう生きたいかということにも向き合うことができます。これは死の準備というより、生き方の見直しでもあります。だからこそ、就活はポジティブな活動として、多くの人に受け入れられるようになってきました。日本では、就活について学べる就活セミナーや就活フェアなどのイベントも行われています。そこでは、専門家の話を聞いたり、保険会社や葬儀会社のサービスについて情報を得ることができます。就活は、一人で全部やる必要はありません。家族やパートナー、信頼できる人と一緒に、少しずつ準備をするのが大切です。話しにくいテーマかもしれませんが、大切なことだからこそ、時間をかけて考えてみると良いと思います。皆さんの国では、就活のような文化はありますか？就活という考え方を通して、自分の生き方や家族との関係を見つめ直すことができるかもしれません。今日のポッドキャストをきっかけに、日本の就活文化について少しでも興味を持ってもらえたら嬉しいです。それでは、今日のエピソードはここまでです。最後まで聞いていただき、ありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。今日のテーマは、日本の就活文化です。皆さんは就活という言葉を聞いたことがありますか？就活は、人生の終わりのための活動のことです。人生の最後の時間を、安心して、できるだけ自分らしく過ごすための準備をすることです。最近の日本では、この就活をする人がとても増えています。では、どうして日本で就活が大切になってきたのでしょうか？その理由の一つは、日本の高齢化です。日本では、お年寄りの数がどんどん増えています。2023年のデータによると、日本の65歳以上の人は、全人口の約 30% を占めています。高齢者が多くなる中で、老後や死後のことをきちんと準備しておきたいという考えが広がってきました。就活の内容には、様々なものがあります。例えば、財産の整理、遺言書の準備、お葬式の方法、お墓のことなどがあります。そして最近では、家の整理や暮らしの見直しも、就活の大切な一部となっています。まず紹介したいのは、エンディングノートです。エンディングノートは、自分の情報や希望を書いておくノートです。例えば、医療についての希望、延命治療をするかどうか、使っている銀行口座や保険の情報、家族へのメッセージなどを記録します。法律的な力はありませんが、家族が困らないように、大切なことをまとめておくことができます。次は、遺言書です。遺言書は、自分が亡くなった後、財産を誰にどう分けるかを決めておく正式な書類です。日本では、家庭裁判所や公証役場で遺言書を作ることができます。これがあると、家族の間でのトラブルを防ぐことができます。3つ目は、お葬式の準備です。自分がどのようなお葬式をしてほしいかを決めておく人も増えています。例えば、宗教のスタイルや使ってほしい音楽、呼んでほしい人、費用についての希望などです。最近では、自分が生きているうちにお葬式をする、生前葬も話題になっています。これは、感謝の気持ちを家族や友人に伝えるためのイベントのようなものです。次はお墓についてです。日本では、代々の家族が入る伝統的なお墓が一般的でした。しかし、最近は様々な新しいスタイルがあります。例えば、自然の中に遺骨を埋める樹木葬、遺骨を海に撒く、海洋散骨、家族がいなくてもお寺が供養してくれる永代供養などがあります。これらは、家族に負担をかけたくないという人に人気です。そして、就活の中でも最近特に注目されているのが、断捨離とダウンサイジングです。断捨離とは、いらないものを捨てて、必要なものだけで生活することです。年を取ると、物が多い生活は大変です。そこで、使っていない服や家具、古い書類や思い出の品などを整理します。物が少なくなると、家の中がすっきりして、心も軽くなります。そして、自分が亡くなった後、家族が片付けに困らないというメリットもあります。ダウンサイジングは、大きな家から
もっと小さい住まいに引っ越すことです。高齢になると、掃除や階段の上り下り、庭の手入れが大変になります。そのため、駅に近いマンションやバリアフリーの住宅に引っ越す人が増えています。これも、老後を安心して過ごすための就活の一つです。最近では、就活を始めることで、家族との会話が増えたという人もいます。例えば、エンディングノートを通して、子供たちに自分の人生観や希望を伝えることができます。また、家族が何を望んでいるのか、お互いに知るチャンスにもなります。さらに、就活は高齢者だけのものではありません。40代、50代の人たちも少しずつ準備を始めています。最近では、若い世代でも、事故や病気に備えてエンディングノートを書いたり、シンプルな暮らしを意識したりする人が出てきました。就活をすることで、今の人生をどう生きたいか、ということにも向き合うことができます。これは死の準備というより、生き方の見直しでもあります。だからこそ、就活はポジティブな活動として、多くの人に受け入れられるようになってきました。日本では、就活について学べる就活セミナーや就活フェアなどのイベントも行われています。そこでは、専門家の話を聞いたり、保険会社や葬儀会社のサービスについて情報を得ることができます。就活は、一人で全部やる必要はありません。家族やパートナー、信頼できる人と一緒に、少しずつ準備をするのが大切です。話しにくいテーマかもしれませんが、大切なことだからこそ、時間をかけて考えてみると良いと思います。皆さんの国では、就活のような文化はありますか？就活という考え方を通して、自分の生き方や家族との関係を見つめ直すことができるかもしれません。今日のポッドキャストをきっかけに、日本の就活文化について少しでも興味を持ってもらえたら嬉しいです。それでは、今日のエピソードはここまでです。最後まで聞いていただき、ありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。